こんにちは、トバログです。いや、皆さん iPhone 15シリーズのケースもう購入してますか？はいっていうね、入りから入るんですけども、今年もね、とりあえず僕は iPhone のケースとしてケースフィニットのケースをね、使おうと思っています。14の時も紹介したんですけど、ケースフィニットのケースは結構ね、シンプルかつ手に馴染む風合いで、割とね、ケースに迷ったらとりあえずこれみたいな定番のアイテムなんですけど、今回はね、このマグネティック、マグセーフに対応したモデルが出たので、これについていろいろと紹介していきたいところです。ケースフィニットって結構謎の会社だと思うんですけど、動画の後半の方では実際にね、ケースをデザインしてる風景だったり、代表の人にどういう思いでケースを作っているのかみたいな話をね、結構いろいろね、面白いところ聞けたので、そちらについても紹介していきます。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで改めてね、今回紹介するのがケースフィニットっていう、ガジェット好きならね、誰もが知っているすごいシンプルなケースを作っているメーカーの、最新モデルのケースを送ってもらいました。 iPhone ケースなんですけど、結構こういうね、装着の仕方のパッケージがちゃんと入っていたり、すごいね、丁寧な印象があります。で、そしてこちらがケース本体ですね。うわ、めちゃくちゃ軽い。うわー、これマグセーフ対応してるモデルなんですけど、めっちゃ軽いですね。職業柄いろいろなケースをね、付け替えたりしながら、iPhone 使っているんですけども、これは相当軽いです。はい、こんな感じ。うわー、めっちゃミニマル。じゃあちょっとね、重さの方も測っていきます。よいしょ。実測値で 18g です。めちゃくちゃ軽いな。これケースだけじゃなくて、この中にね、マグセーフ用のマグネットもね、仕込まれているんですけども、それでいてこの薄さとこの軽さっていうところがやっぱりね、一番の特徴ですね。今年のね iPhone 15 Pro に関しては、このフレーム部分にチタンを採用しているので、従来のね iPhone よりも 10% ぐらい、だいたいね 20g ほど軽くなってるんですね。なのでこういうね、軽くて薄型のケースと合わせると本当に相性は抜群なのかなと思います。はい、パチッとこんな感じで収まりました。やっぱりね、収めるとすごいいい感じですね。ガジェット好きというか、シンプルが好きなんだけど機能的なものが必要な人にとっては結構ね、嬉しい風合いとデザインのケースかなと思います。装着しても結構いい感じ。実際にマグセーフ対応するのかちょっと試してみます。当たり前かもしれないですけど、普通にね、接続できますね。で、こんな感じでブラブラってやっても結構ね、やっぱ結構磁力強い。本体プラスケースのね、マグネットの磁力があるから、本当に車載用としてこうやってね、使う分にも全然問題なさそうですね。こんな感じで、ケースフィニットのケースに関して、特徴をまとめてみると、まず一つ目としてはやっぱりこのシンプルで手に馴染むデザインっていうところですね。スマホケース界の無印良品みたいなね、印象を勝手に持っているんですけども、本当にベーシックなデザインながらも使いやすいっていう点がポイントかなと思います。例えばね、こうカメラって結構ボコッと出てるじゃないですか。で、直接ね、こう地面に置くとカメラ自体がね、こう当たってぶつかっちゃうと思うんですけど、このケースフィニットのケースはこの高さがね、レンズよりもギリギリ高いんですよね。なのでこうやってね、雑に地面にこうガッて置いたとしても、カメラのレンズが直接ね、地面に当たることなく傷つきにくくね、保護してくれます。で、なおかつね、こういうボタンの枠組みとかもかなりね、これ精度高く切り取られていて、よくね、神は細部に宿るって言われるんですけど、こういうなんか一見見落としがちなところをしっかり加工することで、素材感とかシンプルなデザインの割に高い質感に仕上がってるのかなと思います。で、2つ目としてはこのね、肌触りのいい塗装ですね。こんな感じでズームしてお見せするんですけども、素材はね、ポリカーボネートで、いわゆるケースとかに結構使われがちなね、硬めの素材なんですけど、それでいながら塗装とかがすごいマットな質感でサラサラとしているので、本当になんか指触りというか、こうね、実際に持った感じはすごい柔らかい印象を受けます。この動画の後半の方でね、詳しく紹介していくんですけど、実はね、このケースフィニットの社長はもともとね、こういう素材とか塗料を扱う化学メーカーで働いてたみたいなんですね。で、そこでの知見を生かして、それをね、もっとうまく使えばこういういいケースできるのにっていうところからね、開発がスタートし
したっていうところで、このね素材感とか内側の塗装みたいなところも全部こだわって作ってるみたいです。これはねちょっと面白いので、後半の方でね詳しく話していきます。で3つ目としては、このねマグネティックのケースだけじゃなくて、厚みとか硬さとか軽さ、耐久性みたいなところを自分でね選びやすいというところですね。iPhone ケースとしてね見た目はすごいシンプルなので、一見するとね見分けはつきづらいんですけど、いくつかねラインナップが展開されています。こちらちょっと開けてみるんですけども、よいしょ。こちらはめちゃくちゃ軽い。これもう本当にケース入ってるのかっていうぐらいのね軽さのケース。これザ・フロストエアっていうやつなんですけど、めちゃくちゃ軽い。これはね去年も試してみてすごい驚いたんですが、本当にもうスキンシールかのようにねめっちゃ軽いケースが展開されていて、こういうものもね選べるようになっています。今ちょうどね手元にこの A4 サイズのコピー用紙、普通のねペラペラのやつが2枚あるんですけども、それをねこうやって重ねてテープで貼って、それをねこうやって置いてみると、これで 8g なんですよ。ということはこのねザ・フロストエアーに関しては、この A4 サイズのコピー用紙2枚分よりもちょっとだけね軽いぐらいの重さの iPhone ケースとなります。いやすごいですよね。ザ・フロストエアーに関しては本当にねケースっていうよりかはスキンシールに近いような感じなので、本体のね落下から保護してくれるっていうよりかは、この左右につきやすい擦り傷とかかすり傷から保護してくれるっていうねケースなんですけど、それでもねこの iPhone 15 Pro と合わせるとめちゃくちゃ軽く感じます。ザ・フロストエアに関してはほぼ裸っていうキャッチコピーで売られていて、確かにねこうやって手で持った感じもほとんど重さの違いはもう裸の状態と変わらない感じがします。なのでユーザーとしては、落下のね対衝撃性とかはいいから、とにかく軽い薄いケースが欲しいっていう人はザ・フロストエア、とはいえ iPhone って高価だし、ある程度対衝撃性が欲しい、そしてねできればマグネティックマグセーフ対応してほしいっていう人だったら、このねフロストエアウルトラを選ぶっていう感じで、利用用途によって、こうケースを選べるっていうのが嬉しいポイントですね。はい、っていう感じでデザイン性と機能性をね両立しているケースフィニットのケースなんですけど、ぶっちゃけ物はいいんだけど、こうケースフィニットのウェブページとか見てても、どんな人がどういう風に作ってんのとか全然わかんないですよね。なんかストーリー性とかもそういうのも見えてこないので、実はね自社でデザインして製造から配送までね一括で行ってるみたいなんですよね。それ結構面白いから、もっと表に出した方がいいんじゃないっていうところで、ケースフィニットのね代表の人にいろいろと話を聞いてきます。こんにちは。こんにちは。もうお世話になっております。どうぞお願いします。ください。はい。早速ここに作られた在庫たちが、皆さんこんな感じで仕事をされてますね。はい、というわけでケースフィニット代表のチェンさんにお話聞いていこうと思います。お願いします。よろしくお願いします。想像以上にめっちゃお若いですね。ありがとうございます。おいくつですか？93年生まれ。同い年、同い年です。はい。30歳になりました。はい、お願いします。そもそもなんですけど、なんで iPhone のケースを作ろうと思ったんですか？自分は Apple が好きで、高校生の時からずっと、iPhone4 とか、iPod クラシック、そこら辺からずっと Apple の商品使ってきたんですけれども、当時スマホ化学メーカーで働いたことがあるんですけれども、素材の特徴を生かして薄型を実現できる、かつその握り心地だったりとか触り心地があると面白いなと思って、ちょっと仲間と一緒にスマホケースの会社を作りました。めちゃくちゃすごい。じゃあ自社で作ってるってことですね。一括生産されたものをこう輸入して、それをオリジナルっぽくして販売したりとかもあると思うんですけど、オリジナルに近い感じで作ってるんですか？ぜひ見ましょうか。すごい。はい、せっかくなんで。作ってるところが見れるんですね。こちら弊社の 3D デザイナーです。3D、レンダリングまで自社でやってるんですね。すごい。そうです。こんな感じで設計から自分たちでやってるとのことです。So some people designed the case and then you make it with render like Maya. I begin in Maya and then I render using the Cinema 4D. 実物が目の前にあって、これを 3D に起こして、でそれで 3D プリンターで作りながら、
最適な厚さとかを作っていくっていう感じですかね。なんでこういうのが言ってるかというと、すぐ金型やるとちょっとコストとか時間のロスもありますし、我々特にその薄型ケースって0.8 ミリだったりとか、1.0 ミリ、1.20 ミリ、ちょっと数値上はちょっとそんな変わらないんですけど、実は握り心地とか装着具合も変わってくるので、そういうところでちょっと確認しながら進みます。はい、この辺は15シリーズですね。この辺全パターンありますね。全種類あって、でこれがフロストやウルトラマグネティックです。こんななんか薄いのによくこのなんか磁石とか入れられますね。ミリ単位で測定しながらこういう磁石を入れるように、どうやってこの薄型でマグネティック実現できるのも1年以上かけて開発してきました。わあすごいな。ユーザーからするとすごい違くなってるみたいな感じはしないけど、中身は結構開発してどんどんいい方向に。シンプルでどうやって使い心地、触り心地を実現するのは、やっぱりそのコーティングの方で加工したりとか、あとその細かいところ、例えば背面をコーティングしたりとかで、装着しやすくようにこういうスレッドを入れたりとか、そういうところで細かいところを、時間かけて考えてきました。すごい。はい、マーケティングとデザイン系を担当している、駒崎と申します。駒崎さん、そうですね、私は主にそのマーケティングとか、SNS も含めたマーケティングと、あとはちょっと広告とか、撮影とかそういう全般に携わってまして、こういう撮影もちょっと自社でやってる感じになります。このメンバーは撮影メンバーで、彼女がカメラマンのインちゃんですね。で、彼女は普段マレーシアと日本行き来してて、すごい。なんかケースとか、あとは本体に装着した写真とか、そういうのも含めて、なんか透け感だったり本体との相性とか見つつ開発にも役立てて、塗装のその塗膜の厚さとかそういうところに活かしてる感じですね。すごいですね。こういうのも自社でやられてるっていうところがやっぱ面白いです。なんか会社の中でそのレンダリングをしたりとか素材を選んだりするところって結構大変というか面倒くさいところだと思うんですけど、なぜそういうところをちゃんとこだわってやってるのか気になります。自分が使いたいケース欲しいです。ケースミートとケースって気づいてる人かもいるかもしれないんですけど、表面だけではなくて裏面でも塗装するんですね。そういう意味ではちょっと市場の中でもちょっと珍しい方と思います。綺麗なところで塗装しないとホコリついちゃったりとか、であとコスト両面になるとちょっと塗装の量が多くなるので、そういう意味はちょっと強いこだわりで自分が欲しいものを作りたかったですね。わあ、そういう熱い思いで作ってるんですね。ありがとうございます。はい、という感じでね、代表のチェンさんの方にいろいろとね、話を聞いてきてめちゃくちゃ面白い話聞けました。ユーザーからするとスマホって Amazon で検索すると本当に無限に出てくるし、どれがね、いいかとかって結構分かりづらいじゃないですか。中にはね、本当に海外とかで作られた大量のものをそれっぽくね、自社製品っぽく出しているものとかもあったりすると思うんですけど、ケースフィニットに関しては iPhone ケースの 0.1 ミリ単位でね、検証を重ねたりとか、本当にPDCA を回しやすくするために自社でね、3D モデラーとかデザイナーがいたりとか、その辺がね本当にこだわりを感じていて、なおかつ代表のチェンさんが本当に言っちゃえばね、ガジェットオタク的なこのね独特の空気感を感じていて、その辺なんかね個人的には結構安心感があるなとか思いましたね。めちゃくちゃ安いっていうわけではないんですけど、定番的な感じで本当にね安心しておすすめできるので、もしね iPhone ケースで迷ってる人がいたらぜひねチェックしてほしいと思います。